手にできる動きで入りながら揺らす。合気道で打撃、関節技も千変万化する合気道の技。今日の黒帯ワールドは合気道の関節技てか強く持った場合には当て身で地位をそらすっていうのが基本なんです。そして打撃技当て身の秘密に迫ります。白川隆二先生、まず関節技を見せていただけますか。こう押さえ、じゃあこうだね。これも関節技でこう2挙。じゃあ胸ぐらとか手首関節。これ手首の関節ですね。あとは3挙。ものすごい痛いですけど見た目を。3挙。キュッとこのひねりで。あと4挙。肘を。体で取ってる。はい、体でもいけますよ。普通はひねりながら肘をいくんですけど、体だけで変わらない。本当だ。関節つけます。体重かけ方なんです。痛そう。肩の関節。で、共通するのは痛めつけるわけじゃなくて、柔らかく受けて、そしてストレッチしてあげるような気持ちなんですよ。手首、肩をストレッチしてあげる。ストレッチさせないんだったら本当はこうやった方が絶対痛いですよ。伸ばしてやった方が痛いですけど、そうじゃなくてあえて曲がる角度を作って柔らかく伸ばしてあげるんですよ。受ける人も息吐きながら、かける人も息吐きながらストレッチ運動をしています。関節技をしながら手首関節とか肩関節、肘関節が柔らかくなっていくんですよ。これ一挙という技が、こういう押さえ技、3挙、3挙、4挙、5挙は担当を取る技術をつける。6挙。ちょっとゆっくりいきます。1挙というのは肘を押さえる、こういう押さえ技です。2挙っていうのはこう回して、3挙っていうのは4挙っていうのは一点集中して力を5挙っていうのは担当取りの技術で、担当でこうして逆手で取りながら、これはでも基本技ですね。1挙、2挙、3挙、4挙、5挙。そうなんですね。S 字系ってなんか聞いたことあるんですけど、そういうのもあるんですか。S 字系統みたいな S の字を僕使うっていうのは。でも S 字の字はもう全部これ S の字で。そういうことですね。なるほど。螺旋状にこう。これは1挙2挙とかいう技とは違う。同じですね。状態がありまして、今2挙で細かく説明すると、前に崩すのが表、これ1挙の表、背中側後ろに崩す動きを裏、1挙裏で、2挙でしたら前に入る動きが2挙、後ろに入る動きが2挙っていうふうに、前に同じ2挙でも表と裏というのがありまして、前に崩すのが表、背中に入るのが裏というふうに。でこれに投げとかも組み合わさってくるんですか。例えば小手返しとか四方投げ、入り身投げ、回転投げ、天地投げとかが基本技ですね。あとは基本じゃない技がたくさんありまして、それを合わせると2000種類以上だと言われています。ちょっとした体さばきの違いで技が変わっていくので、例えばこの投げ技ありますよね。ちょっと形が変わったら違う技違かったり、違う技こういうのも違う。よっしゃ。全部違う技なんです。これ全部違う技なんですかね。細かく分けたらですよ。細かく分けたら。
合気道には当て身というか打撃技みたいなのもあるんですか？非常に当て身は実際には重要なんですね。で例えば前に回る動作、これだけでも本当は危険じゃないですか。絶対前に入ってはいけないんですけど、当て身で後ろにかわすから前に入ることが。本当だ。はい、あとは分かりやすいので言うと正面から、例えば相手正面打ちますよね。本当はこれで終わりなんですよ。本当は正面打ってきたらこう正面で打ってきたらここ入ってもいいんですけど、これまた最小限の動きになっちゃうので、当て身をいつでも当て身できる動きで入りながら揺らして投げに持っていく。なるほど。はい、あとは当て身が重要で、入るとき必ずいつでも当て身で、当て身なんですけど今度ずらして投げに持っていく。常に当て身をできるようにするし、当て身を使った方が本当は効果的なんですけど、そしたらぶつかる動きになるじゃないですか。当て身って稽古の中ではいつでも当て身ができる状態を作っていて、柔らかい当て身から入っていくみたいな動作に入ってるんですよ、実は当て身が。例えば片手取り回転投げっていう動作でも当て身がたくさん入ってます。当て身が入る、当て身が入るから中に入る。ここでもいいし、本当はここでも膝も入るし、これを投げる。だから当て身がたくさんキュッと入っていって、当て身は非常に重要ですよ。ただ稽古の中でこうバーンと打たないっていうだけで、当て身の動作をしっかり入れていく。そうなんだ。はい、当て身がないで本当は入れないので、例えば強く持ってきた場合に、もちろん技術でいろんな技術で例えば入れたりするんですけど、意地悪された場合には、意地悪っていうか強く持った場合には当て身で注意をそらすっていうのが基本なんです。なるほど。当て身で注意をそらせるから中にも入るし、当て身で注意そらせるからそうなんですね。なるほどね。大好評の道場生紹介シリーズ、稽古に励む皆さんの中から今日もお二人ご紹介します。丸山徳也と。丸山徳也さん。私は、小学1年生から始めていて、でなので今24歳なので17年ですかね、はいになります。じゃあもう生活の一部って感じなんですか？そうですね、ちょっと来ないと結構気分が悪くなってくるこれがもう生活の一部になってるので。そうですか。生活の一部になってるっていうのがすごく大事だよね、やっぱね。まさに武道ですね。石川先生自身すごく、当然合気道に精通しているんですけども、先生自身が稽古をするだけじゃなくて、我々稽古生に対してしっかり指導してくださるので、その道場全体のレベルのためにちゃんと考えてやってくださっているというのがとても嬉しいですね。はい、嬉しいですね。そうですね。稽古環境って難しいんですよ。老若男女誰もができるんですけど、若い人がしっかり力を出して発揮できる環境づくりって非常に難しくて、そこは私もいつも悩んでるんですけども、なるべく若い人たちがもうやっぱり自分の力を持っている力を最大限に生かせて気持ちのいい稽古ができるっていうのを心がけてますね。だから自分が指導するだけじゃなくて、ちゃんと受け身とか、生徒の受け身を取りながらちゃんと自分の持ってる感覚を伝える。投げるだけじゃなくて、投げて受け身を取って投げる力、受け身を取る感覚、両方とも伝えたいなと思って一生懸命考えてますね。まさしく先生の思いが伝わってるってことですね。片山瀬名と申します。片山さんは今おいくつですか？なんか27で19から自分始め。あ、19歳から。彼は途中から子供の部下じゃなくて高校生だったよね。はい、どういうきっかけで始めたんですか？新武連成塾の先生と本当に俊原さん、阿部俊原さんが稽古してる動画を見て始めたいなって、その後チラシで偶然先生のところだった。それで行ってみようかなと。そうですね。ちょっと怖かったんですけど、僕優しく教えていただいて今やってます。どういうところが楽しいですか？なんか相手と合わせるっていうのがすごく受け身がすごい好きなので、なんかそこら辺がすごく好きで、受け身の感覚が楽しいですよね。やっぱり受け身をするんですけど、やっぱタイミングしっかり相手の技を受ける、このエネルギーを受けてパーンとしっかり受け身取るっていうのもやっぱり独特のね楽しさがあって。でもやっぱり白川先生のね、その活動がちゃんとこう伝わって、それで人々が集ってきて続けてっていうのは素晴らしいですね。合気道自体がやっぱ知られてないので、やっぱまずは合気道っていう武道を知ってほしいっていう思いがあるんですよ。
やっぱ空手柔道はなんとなくイメージつくじゃないですか。で合気道って言ったらなんか触らないで投げるだったり怪しいものだと思っちゃったり、あるいは全く知らない、のでやっぱり合気道っていう武道を知ってほしいっていう気持ちがすごく大きいです。白川隆二先生の合気道シリーズ、次回は剣とジョー、お楽しみに。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。